今日は今更ながら三味線の構え方についてやっていこうかなと思います。構え方で今日のね、キーワードっていうのが、右腕重心。右腕重心。この右腕重心は何かっていうと、これ今みたいに左手離して、右手だけじゃないね。実際太ももとかあるけど、右半身だけで三味線を持ててる状態。で、これを右腕重心と呼んでて、これができてるかできてないかで、かなり三味線の安定感っていうのが変わってきて演奏にも影響するので、右腕重心のコツっていうのを話していこうかなと思います。で、まず右腕重心がずれると何がいけないのかっていうか、デメリットは何かっていう話になると、左手はね、やっぱね、基本的に自由にさせたいんですよ。移動したりとか、ビブラートしたりとかあって、この時に、じゃあ例えば右腕が浮いてると、倒れちゃう状態ね。で、やってると、竿も一緒に動いてきて、左手がね、思うようにいかないわけですよ。こっちは、こっちに行きたいのに三味線もついてきちゃったりとか、上げるのにも、三味線が、上に一緒についてきちゃったりとか、っていうのと、普通に左手に、どんどん荷重が溜まってって、基本的に運指に影響が出るとかっていう細やかな動きはあんまり邪魔されたくないので、なるべく右腕だけで持てるようにして弾いてる間もずっと基本的には浮いててもいいぐらい。そうで、この右腕重心をキープしていきたいよねっていう話なのと、右腕にとっても毎回動かしてると当然こうなるわけですよ。動かしてると。なのでこれを固定してこうやって弾いてあげると三味線ずっと安定してますよね。そうで、これが前行ったりとか1の糸から3の糸までこうやって腕が動いてたりすると、毎回打つポイントっていうか条件が変わっちゃうわけですよ。毎回フォームが違うって感じになってしまうので、一つのところに置いて固定してこうやって親指だけで狙ってった方が、早く弾けるし動きがねちっちゃくなるからっていうのもあるし、毎回同じやり方っていうのかな、シンプルな一つの方法で打ち分けられるので、毎回条件をわざわざ変えないで固定してそこから打ち分けるっていったメリットもあるんですよね。さあ、じゃあどうやったら右腕重心になるか。これがねすごい難しいんですけど、まず1個目は太もも。三味線のねこの角がありますよね。で、これが、右の太ももの外側の上、もしくはちょっと右で、これが、太ももの上に置く派もいるんですけど、三味線が基本的に自分の体から見てどんどん左に行っちゃうと、当然重くなりがち。左が頭が下がっていく状態。これがだんだん右になっていくとこうなっていくっていった感じ。そうだから自分の体の重心っていうのかな、自分のセンターと三味線のセンターを近くしてってあげるといいかなっていう感じ。もちろん右に寄りすぎても滑っちゃうので、この膝ゴム、滑り止めのゴムがちゃんと太ももに当たる範囲で出すなら OK かな。そう滑っちゃうのはやりすぎだし、左に太ももの上に角がトンって乗っちゃうと重くなりがちなので、これは注意。太もものちょっとこっちに入ったからといって直ちにアウトってわけではないけれども、この重心をちょっと気にしてあげるといいかなって感じです。まずは、太ももの位置。それから2つ目が、肋骨。これねすごい難しいんですけど、今度はさっきの角から対角線、対角の角、これね角、ここの角が、自分のね体の正面にあると滑りやすい。非常にこれが側面、体の横に引っかかってる感じ、この角がってやると立つ。これが前に来た瞬間倒れちゃう。要するにこの三味線が真正面向いてると厳しくて、ちょっと斜めになってる。よくね言われるのが、竿を自分の顔からちょっと前に離しなさいとかって教える先生もいると思うんですけど、多分それが目的かな。そうちょっと横にしてあげると三味線が自立しやすくなる。正面にすると落ちてくる。だからこの2つ目の肋骨の位置かな。肋骨の位置っていうか
肋骨のどこにこの角を持ってくるかっていう話です。ほいで3つ目は、右腕をどこに置くか。これは右腕をどこに置くかについて触れてる動画があるので、そちら見てもらえばいいんですけど、基本的にどこにね置いても、1つ目のポイントと2つ目のポイントがちゃんとできてれば、どこに置いてもこうちゃんと竿は立つかなと思います。そうだからそんなに3つ目のポイントは大事じゃないけれども、一応支えてる点としてはこの、太ももと肋骨と右腕、この3点でパッて持ててる状態がいい。もちろんこう弾いてる時も全然前バチから後ろバチまで全く動かさないで弾けるって感じでね。そうだ、これもその半袖とか長袖とかここが滑りやすいかどうかっていうのを全く影響されず弾けちゃうといった結構便利な持ち方なので、これもおすすめですね。で右腕重心はねそもそもいろんな姿勢に対応できる。猫背でもピンとしてても横になってても足組んでてもソファーにこうやって寄っかかっても、この3点さえ変えなければ三味線と自分の体がこの位置関係は変わらないんですよ。こうどうなってても。だからどんな状態でも感覚が変わらずに弾ける。ちょっとね重力のかかり方が違うから難しいかもっていうのはあるかもしれないですけど、基本的にはこの構え方で自分と三味線の関係がこうキープされて、どういった姿勢にも対応できるといったことが、わざわざそういう姿勢で弾くこともないと思うんですけど、といった一応メリットもあるかなって。だからかなり他の体の部位の姿勢に融通が利くっていうのが、自由が利く感じです。でこの竿のね角度どうすればいいのっていうのもよく聞く話で、僕は基本的に立てた方が楽だと思います。だって立てたら別に右腕なくたってこうやって勝手に立つわけですね。でこれがどんどん寝かせていくと、やってみると分かると思うけど、どんどんなんていうんだろう、重力がこうかかる場所っていうのがだんだん大きくなってくる。重力感って言った方がいいかな。実際重力は変わんないからね。これがだんだん重くなってきて、倒せば倒すほどきつくなってくるわけですよ。こう右腕かなりグーってしないとってなってくるので、立てるとだんだん楽になってくる。三味線がねこう自分にちょっと寄っかかってくる感じになるので、ちょっと立てる、この辺が楽かなっていうか。あんまりね立てるとこう顔にかぶったりとか見にくいってなっちゃうので、あと遠いとね、そもそもこう視認しにくい、遠いからこうパッて視界にこう入ってる感じ、ツボとかがこの辺結構やりやすいですね。だから毎回この角度ってわけじゃないけど、ここでもいいけど、寝かせれば寝かすほどやりにくくなってくるしっていう部分はかなり注意してください。はい、なので、構え方はねその3点だけ、太ももと肋骨と右腕だけでいいけれども、弾いてる時もこの感じを忘れないでください。どうしても左手がつくと左手にこう竿をこう預けがちになっちゃうので、弾いてる時もこの感じで弾いてるっていうのを意識してやってみてください。はい、お知らせです。会を持つ先生やサークルのリーダーの方々、指導方法に行き詰まりや迷いって感じたことありませんか？私、津軽三味線スペシャルアドバイザーとして数々のワークショップを手掛けております。会や流派を超えてワークショップを承っておりますので、しがらみなくわからないことを解消していけたらいいなと思っております。ご興味ある方はホームページや SNS からのご連絡をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。公式サイトでは津軽三味線レイゼンモデル、フリルバチ、三味線ギクバックといった最先端のアイテムを揃えております。概要欄よりチェックしてください。またチャンネル登録、Twitter、Facebook のフォローもお願いします。